皆さんこんにちは。日本語レオです。ということで本日のテーマは日本の映画館。このテーマについてお話ししていきたいなというふうに思います。日本にはたくさんのね、映画館があるんですけど、日本ならではのマナーみたいなのがあるんですね。例えば、静かに映画を見ましょう。声を出したりとか拍手したりとかはしないですとか。あと、携帯電話の電源オフというかマナーモードにするとか、そういう日本ならではの実際に映画館の見方とか、マナーみたいなのがあるので、今回の動画では日本の映画館についてお話ししていきたいなと思います。この動画を見ればね、日本語を学びながら日本の映画館で見る時のマナーについてもね、学ぶことができると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今回お話しするの2つあるんですけども、1つ目がね、日本の映画館についてですね。どういう映画館があるのとか、そういうことの紹介です。そして2つ目が映画館でのマナーですね。日本では映画館はこうやって見るんですよっていうことをちょっと共有してシェアしていきたいなって思います。ということでやっていきましょう。まず一つ目のね、日本の映画館についてなんですけど、僕は今ね、東京に住んでいるんですが、東京ってね、映画館ね、81館あるらしいです。で、どういうデザインがあるのかっていうことですけど、大体ちょっと画像、こちらですね。こんな感じです。僕昨日ね、ルックバックって映画見てきたんですけど、本当にこんな感じの映画館の内装って言いますね。内装はこんな感じです。前にスクリーンがあって、で、後ろに座席があるっていう。で、座席も普通の席もあるんですけど、ちょっとお高めの大きめのデラックスシートみたいなね、ものもあったりとかします。新宿のね、東宝シネマっていうところでは、大きいね、ゴジラがあります。見たことあるかもしれません。新宿の観光スポットみたいなところにもなっているのでね。はい。ということで、次ね、映画館でのマナーっていうことなんですけど、こちらね、東宝シネマズの映画の鑑賞マナーについて書いてあるウェブサイトを引用しました。こちらね、9つあるのでね、それぞれちょっと結構難しい日本語とかも書いてあるので、それをちょっと説明しながらね、9つ読み上げたいなって思います。まず一つ目いきましょう。一つ目、上映中は携帯電話の電源はお切りくださいということですね。こちらは上映をしているとき、上映っていうのは映画がもう再生されている時ですね。をしている時は携帯電話っていうのをオフにしてください。スマートフォンをオフっていうことですね。で、二つ目。劇場内は禁煙です。劇場っていうのは映画館の中ってことですね。映画館の中は禁煙。タバコですね。タバコはダメですよっていう意味です。日本だと最近はですね、結構電子タバコって言って、アイコスとかをね、吸われている方もいらっしゃるし、紙タバコっていう、昔からあるタバコを使ってね、吸ってる人もいるんですけど、この劇場内での禁煙っていうのは、電子タバコも紙タバコもダメですよっていう意味ですね。そして3つ目いきましょう。上映中のおしゃべりはご遠慮くださいということですけど、実際に上映をしている最中、中でですね、おしゃべりっていうのをやめる。お話しするのをやめてくださいということですね。ご遠慮くださいっていうのはやめてくださいっていう時のすごく丁寧な言い方になります。例えば飲食店でじゃあ僕が働いてた時にお客さんが別のお店で飲み物買ってきて飲んでたみたいな、そういうのを中でやると、すいません、ちょっとお店ではその飲み物をご遠慮いただけますかとか、ご遠慮くださいみたいな風に言う感じかな。そういうことです。ご遠慮イコールやめてくださいっていう意味ですね。そして4つ目いきましょう。他店からの飲食物の持ち込みはご遠慮くださいということですけど、これは他のお店から飲食っていうのは飲むもの、食べるものってことですね。飲むもの、食べるものの持ち込みはご遠慮くださいという意味です。こちらは、どういうことなのかっていうと、映画館って、ポップコーンとかね、コーラとかドリンクとかいろいろたくさんあるんですけど、実際に、その中
映画館の中に入って映画を見ながら食べられるものっていうのは、映画館側が販売した、飲食物ですね。飲食物だけ OK だよ。許可されているものはそこだけなんですね。だから、例えばコンビニとかでなんか飲み物を買ってそのまんま中に入って飲みながら見るっていうのはちょっとダメだよっていうことです。そして5つ目。5つ目は、ゴミの回収にご協力くださいということですね。実際にその上映が終わったら、ゴミを捨てられるところにね、実際に協力して持って行ってくださいっていうことですね。そして6つ目行きましょう。上映中の写真撮影、録音は禁止とさせていただいております。これは実際に映画が再生されている時に写真を撮ったりとか、録画をするってことはダメですよ、ということです。これをするとね、捕まってしまうので、よく映画泥棒っていうね、CM があるんですけど、そこではやっぱりカメラのね、キャラクターがいるんですけど、カメラのキャラクターはもう決まってね、捕まってしまいます。はい。そして7つ目行きましょう。チケットカウンターでチケットを購入の際は、お時間にゆとりを持ってご来場ください。ということですね。こちらはですね、チケットを買う方法ですね。大きく分けてチケット買うときにね、3種類のね、チケットを買う方法があります。一つ目はチケットカウンターって言って、実際に店員さんがいて、それですみません、チケット買いたいんですけどっていうふうに言うときに使えるチケットカウンターっていう場所と、二つ目が実際にその自動販売機みたいな感じで、無人、お客さんとかいないんですけど、実際にそこで買いたいチケットを選んで入金、お金を入れると実際に購入できるよ、チケットが買えるよっていう発券機があります。そして3つ目がネットで買う方法ですね。ネットでオンラインで実際に買うことができるっていうものがあるんですけど、今回のこの7番は最初のね、チケットカウンターでの購入の際ということですね。ゆとりっていうのは、余裕を持ってという意味ですね。ゆとりを持ってご来場くださいということですね。8つ目いきましょう。8つ目。各地域の条例に基づき、18歳未満の方は、終映が23時を過ぎる上映会にはご入場いただけません。ということですね。こちらは、簡単に言うと、子供は23時を過ぎる映画は入れませんという意味です。各地域って書いているので、それぞれ東京だったり、神奈川、埼玉、各都道府県、それに加えて市区町村と言いますが、それぞれでの条例、ルールですね。ルールにのっとって、未成年の人がね、上映が終わる、映画が終わることを終映と言いますが、それが23時に過ぎる、そういう映画のタイムスケジュールの時は入れませんよという意味です。僕はあんまりこういうのをね、レイトショーっていう風に言うんですよ。すごく夜遅くにやっているね、映画のことをレイトショーという風に言うんですけど、僕はそこはね、あんまり行ったことないっていうか、一回も行ったことないんですけど、そういう時は未成年は入れませんよという意味ですね。そして9つ目、ようやく最後です。各種割引を適用される場合は、チケット購入時に学生証、身分証明のご提示をお願いいたしますということですね。これはどういうことなのかっていうと、大人がチケットで払うお金と、大学生や高校生以下で払うお金っていうのが違うんですね。大人の人は一つの映画を見るために2000円かかるんですけど、高校生とかは1000円で買えることができるよっていうことなんです。で、それを実際に割引、ディスカウントですね。割引を受けるためには、自分が学生である証明書だったりとか、身分証明書といって、日本とかだとね、マイナンバーとか、保険証と呼ばれるようなものがあるんですけど、そういったものを提示してください。見せてくださいという意味ですね。各種割引っていうのはそれぞれの割引ということですね。こんな感じでね、映画の鑑賞マナーについてご紹介させてもらいました。マナーって、書き言葉ではあるので、すごく難しい表現とかも含まれていたと思うんですけど、一回理解してしまえばね、全然大丈夫だと思うので、
ぜひちょっと、皆さんの国とかでも違うのかな、ぜひね、もうよかったら教えてください。はい、というわけでね、今回は映画館、日本の映画館についてお話しさせていただきました。実際日本っていうのはすごく静かに映画を見るっていうのが、文化ではあるんですけど、でもね、別に、例えば、あれか、配給はね、応援上映ってあったんですよ。実際に映画がある時に頑張って頑張って、みたいなこと言えるっていうね、応援上映とかもあったりとかしたんですけど、はい。そういう声出すことが、基本的にはダメなんだけど、そういう声出してもいいですよっていう上映のスタイルっていうのもあるので、ぜひね、そちらも見ていただけるといいかなというふうに思いました。はい。というわけで、今回の動画は以上です。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ではまた。バイバイ。